はい、皆さんこんにちは、モノルです。ついにこのね、カスタムコントローラーをレビューする時が来ました。ボイドゲーミング様よりご提供いただきましたボイドイントゥイションプロです。このコントローラーに関してはね、特に Apex Legends をプレイするゲーマーにとってはね、トップって言っていいようなコントローラーの一つかなって思います。フナティックのライカ選手がね ALGS の2024スプリット1世界大会でキル数ナンバーワンを取ったカスタムコントローラーとしても有名なボイドゲーミングのカスタムコントローラーですが、そちらのねイントゥイションプロっていうねモデルがこちらになります。今現在ですね、日本のトップパッドプレイヤーのライカ選手ですねも、使用しているっていうことですね。国内のねカスタムコントローラーシェアはもちろんナンバーワンとなっています。これほどのねコントローラーがボイドゲーミングっていうね国内ブランドから出ているっていうこと、個人的にすごくいいなって思うんですよね。そんなボイドコントローラーに新バージョンのスマートスティックが登場しました。スマートスティックっていうのは非接触式センサー技術のホールエフェクトセンサーを用いたスティックで、今までの接触式センサーを使ったスティックよりも劣化によるドリフトに強いっていうね、ことを特徴としているスティックのことです。ホールエフェクトスティックなら私に任せろっていうね、ことで今回も徹底的に検証していきたいと思います。はい、そしたら、ボイドゲーミングイントゥイションプロパドルタイプのスペックをねサクッとモノルの方でチェックしていきたいと思います。カラー展開はですね、黒と白、夏祭り、桜、波、花火、侍、夜桜っていうね8種類のカラー展開があります。この桜もねめちゃくちゃいいんですけど、夜桜も結構いいですね。花火とかもいいし、侍もいいですね。私個人的には黒か桜か夜桜かこの3つが結構好みなんですが、いかがでしょうか。はい。で、カラー展開以外にもね他にコラボモデルとかがねあったりもしますので、そちらもね後でちょっと見ていきたいと思います。で、対応機種はデュアルセンスですね。これカスタムコントローラーになっているので、カスタム元のデュアルセンスとほとんど同じスペックになってます。対応機種は PC、PS5、Mac と iOS。接続方法は有線接続と Bluetooth 接続っていうのができるようになってます。ホールエフェクトスティック、スマートスティックとですね、接触式のスティックのどちらかを選ぶことができます。ホールエフェクトスティックに関しては 65g フォースっていう重さでした。背面4ボタンついていて、ポーリングレートの値っていうのはね、純コンと同じです。有線のポーリングレートはね、HID-USB-F っていうツールを使えばですね、1000Hz とか、もっとね、8000Hz までね、上げることができます。ホールエフェクトスティックのレスポンスカーブはノンリニアでした。ジャイロセンサーを搭載していてですね、私がこちら、提供いただいたコントローラーに関しては本体重量 218g っていう重さでした。価格は、スマートトリガー、スマートバンパーなしのね、無印のイントゥイションが 27,980 円から、スマートトリガー、スマートバンパーありのイントゥイションプロの方が 34,980 円からっていうね形でした。ホールエフェクト版ですね、スマートスティック版はプラス 8,000 円、スマートボタン版はプラス 5,000 円ということでね、どんどんね他のいろんなカスタマイズっていうのもできるようになっています。でね、このボイドゲーミングのねコントローラーといえばですね、やっぱりこのコラボモデルっていうのがね、すごく、たくさんあるっていうのも特徴かなと思います。チーキーさんコラボ、TIE コラボ、ノイズーフォックスのコラボとかですね、たくさん、出ています。フナティックモデルのね、コントローラーもあります。こういったね自分の推しの、コラボモデルのコントローラーが選べるっていうのもすごくねいいところかなって思いますね。あとですね、私個人的にすごくいいなと思ったのは、購入後のアフターケアが結構しっかりしているってことですね。やっぱり国内のね、メーカーさんっていうことでですね、業務時間内なら数分以内に返答が返ってくるチャットサービスっていうのを中心にですね、カスタマーサービスかなり充実しているみたいです。やっぱりコントローラーの YouTube をねずっとレビューを上げているとですね、かなり多くのですねコントローラーの使い方に関する質問っていうのもね私も受けてます。できる範囲でなるべくね回答するようにはしてるんですが、やっぱりね、メーカーがねそもそもね、ちゃんとねサポートしてくれるっていうのはね、
非常にね、いいポイントかなっていうんで、まあね、これで私もちょっと楽になれるかなっていうんでねそこはまあどっちでもね、正直、まあ、全然私に質問してくださってもね、私が分かる範囲で回答するかなとは思うんですが、やっぱりね、ちゃんとメーカーさんに直接ね、お問い合わせいただいた方がいいかなっていうところで、日本語でしっかりね、応対できるっていうところも、このね、ボイドゲーミングのコントローラーのいいところっていうのはね、間違いないかなと思います。現在、ボイドゲーミングではですね、イントゥイションということで、ボタンタイプとパドルタイプの2種類からね、選んで購入するという形になってます。イントゥイションのパドルタイプは、プロファイル機能っていうのがついていたりですね、あとはグリップが、強力なね、ラバー製グリップがついていたりするっていうのがね、特徴になってます。でね、今回ご紹介するスマートスティックに関してはですね、最新のね、次世代スマートスティックっていうのが採用されてます。はい、入力精度って言っているところはですね、要はこれね、新エンドチェックをした時に何%、エラー率があるかっていうところを指してます。斜め入力がちょっと感度が高くなるっていうね、ところをできるだけね、こう深淵に近くするっていうね、ことで、新スマートスティックっていうのでね、エラー率が 0.4% まで下げることができてますっていうことを、売りにしてますね。で、私ね、これ、個人的にはね、エラー率が下がっているっていうことよりもですね、このね、新エンドっていうかアウターデッドゾーンの形ですね、ここの形をね、純混仕様の約 8% っていうね、エラー率のものと、このね、深淵、ほぼ 0% に近いようなものっていうのをね、スティックごとに左右のスティックでね、選べるっていうのがね、この機能がついてるんですよね。このスマートスティックはね、そこがすごくいいなっていうふうに思ったところです。はい、そしたらね、ボイドゲーミングのイントゥイションプロをね、開封していきたいと思います。いや、めちゃくちゃね、テンション上がりますね、これは。破れた。結構箱ね、紙が弱めなんで、破らないように気をつけた方がいいですね、これ。まあ、ぜひ皆さんはね、破らないように気をつけてください。はい。こちら側から開けていきます。あ、この色は分かってるわ。私もね、ボイドコントローラーレビューしたくてね、結構ね、探したりしてたんですけど、カラーはね、桜結構いいなって思ってたんですよね。はい、出てきました。こちらがボイドコントローラーのイントゥイションプロですね。パドルタイプになってます。いやー、プリント結構ね、綺麗に印刷されてるので結構いいですね。はい、カスタマイズ内容なんですが、ボイドイントゥイションプロのパドルタイプで桜色ですね。で、スマートボタンありで、スマートスティックありってなってます。はい。で、このね、カスタマイズの価格が、47,980 円っていう風になってます。そしたらちょっとね、本体の方詳しく見ていきたいんですが、背面のここのグリップ部分は、ラバー製のね、ちょっとしたグリップもついてますね。振動機能がね、除去されているイントゥイションプロモデルっていうことで、とっても軽いですね。パッと持った感覚、すごく軽いです。ボタンは、この4つがタクトスイッチになって変わってますね。はい、連打しやすそうです。十字キーも変わってます。メンブレンではなく、タクトスイッチの十字キーに変わってますね。で、スティックがあって、L1R1 ボタンはマイクロスイッチになってますね。もちろん L2R2 もマイクロスイッチです。押し心地としてはですね、L1R1 の方がちょっとかなり軽めのマイクロスイッチで、R2、L2 がちょっと重めのマイクロスイッチになってますね。ただこれは相当もうね、ストロークがすごいです。これ、もうね、押してるかわかるかなってぐらいのストロークになってます。さすがですね。でパドルボタンっていうのが、こうタクトスイッチで、上側の2つがね、結構すぐに押せる、ストローク量そんなに長くないタクトスイッチのボタンになっていて、下2つっていうのはちょっとストロークがあって押されるね、ボタンになってます。なんで、ジャンプとかしゃがみっていうね、使用頻度が、比較的多いボタンを上側にして、下側をね、そこまで使用頻度が多くないね、ボタンにしてやるとかっていう風にするといいかもしれないですね。で、背面ボタンの押しやすさですが、めちゃくちゃ押しやすいです。はい、これは相当押しやすい位置にあります。ちょうどね、私のようにこう人差し指で R1、R2 両方押すタイプの持ち方の人は、中指が上の背面ボタン、
薬指が下の背面ボタンをちょうどね、ぴったり振る位置にあります。こんな感じでね、ちょうど押しやすい位置にあるかなっていうんで、私はね、そこまで手のサイズ大きくないんですけど、全然問題なく持てますね。デュアルセンスとしてはね、相当、普通のデュアルセンスよりなんならね、ここにパドルがあるおかげでね、ここをレストできるんで、持ちやすいかもしれないっていうくらいですね。中指をトリガーにかけるタイプの持ち方の場合はですね、薬指の、第二関節のところで上の背面ボタン、腹のね先の方で下の背面ボタンがちょうどいい感じに押せますね。この背面ボタンはね結構配置は素晴らしいですね。ちょっとねプラスチック感あってそこまでね高級感がある背面パドルってわけじゃないんですが、すごく配置はいいと思います。これを回転させるとそうですね、こういう風に左向きに結構の力が必要になってるんですが、回転させるとこのように背面パドルを外してね、背面を2ボタンにして使ったりとかっていうこともねできます。こういうね、背面2ボタンにしたり、もちろんね下側に背面ボタンを持っていくこともできますね。こういう配置もできます。上の背面ボタンを下に持ってきて、こういう配置もできますね。なんでちょっと中間あたりに持ってくるってこともできます。この辺は好みでね、これでも全然押しやすいですね。背面2ボタンだけにするならこのセッティングっていうのは割とありかもしれないですね。私はねこの下2つだけにして背面2ボタンにするなら多分これが一番、このね上側についてた背面パドル2つを下2つにしてあげるっていうのが結構いいかなって気がしますね。スティックの感じはねちょっとね純正よりはやっぱりスマートスティックの場合は柔らかいのかなっていう気がします。ちょっと重さを測ってみたいと思います。そうですね 65g フォースぐらいですかね。ちょっとね純根よりは柔らかくて、でも私ね 60g フォースぐらいが一番 FPS には向いてるかなって思ってるんで、かなりこのスティックはいいですね。スマートスティックってことで遊びはね、このスマートスティックは遊びはほとんどなさそうな気がしますね。やっぱりね主戦場っていうのはねボイドコントローラーなんで FPS ゲームかなって思います。 Apex Legends ですね。やっぱりちょっとね、射撃訓練場行ってね、まずね、何もいじらずにファーストインプレッションっていうところで見ていきたいと思います。でそしたらね射撃訓練場来たんですが、まずはね背面ボタンの設定だけ、やっておきたいと思います。まずねリマッピングモードっていうのに入ります。 L1、R1、×四角を同時に5秒以上押します。するとですね、赤色に LED が点灯しました。これで、リマッピングモードが開始されたということです。背面の左上から設定したいと思います。背面ボタンを押しながら設定したいボタンを押して同時に離すということです。ちょっと難しいんですが、背面ボタン、四角、同時に離す。これでいいかな。で、右上がジャンプにしたいから右の背面ボタン×同時に離す。設定が終わったら×ボタンで保存します。できてますね。できてる OK です。これでね設定が完了しました。それでねプロファイルの切り替えっていうのはですね、通常こう接続してね操作できる普通の状態で L1、R1、×四角と十字キーの上、右、下、左っていうね、それぞれに1、2、3、4つまでのプロファイルを設定することができます。L1、R1、×四角、右ってやると、赤色の LED が2回点滅して、プロファイル2のね、設定になりました。これはね、普通に設定がもう入ってるんですが、L1、R1、×四角、下ってやるとね、赤色の LED が3回点滅したので、これでね、背面ボタンの何も設定されてないっていうね状態になりましたね。元に戻すには上かな。できました。これでApex の設定って感じです。プロファイル1に戻りましたね。こんな感じでねプロファイルっていうのを切り替えていろんなゲームに対応するっていうこともできます。そしたらねもう何もねゲームパッドテスターとかも見てないんですが、ちょっと打ってみたいと思います。
はい、ちょっとね、夢中になって打っちゃって、1000発もね、打っちゃったんですが、もう、まず第一印象ですが、このね、L2R2 のマイクロスイッチボタンが最高ですね。このストロークの短さっていうのはさすがね、プロゲーマーさんが使ってるっていうだけあってですね、相当いいです。これはさすがとしか言いようがないですね、もう。完璧です。あとね、タクトスイッチのね、この辺のボタン類とかもめちゃくちゃ押し心地が良くてですね、すんごい小気味よく入ってくれるんで、めちゃくちゃいいですね。最高だな、これは。もちろん L1R1 もめちゃくちゃ押し心地いいです。これはいいな。さすがだな。で、肝心のスティックの方ですが、やっぱりスマートスティック版ってことでちょっとね、低感度になってるかなと思います。なんで、これはね、改めて、レスポンスカーブ測ってね、リニアカー設定っていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、それで、いつも通りですね、スティックのレスポンスカーブも計測してきました。このグラフはですね、横軸がスティックを物理的に倒していった距離ですね。0が中立で、どんどん倒していって、で、ゲームへの入力値っていうのが縦軸になっていてですね、1が最大入力ってことになってます。赤色がスマートスティックデフォルトの感度っていうことになっていてですね、緑色の方のグラフがですね、Steam 入力の方でカスタム感度カーブを286っていう風に設定した、グラフになっています。赤色の方ですね、特に見ていただきたいんですが、やはりね、ホールエフェクトスティックっていうことで、緩やかな、低感度になっていました。ちょっとね、微妙な差なので、誤差の方のグラフも見ていきたいと思います。はい、こちらが、誤差の方のグラフなんですが、かなりね、中立付近の低感度が強めなね、スティックになってました。このホールエフェクトスティックだとね、FPS ゲームでね、そのまま使うのは結構厳しいかなって私は感じました。かなりやっぱり低感度度合いっていうのは強めな方かなっていうところで、ちょっとね、リニア化設定もちょっとね、極端な設定になってるかなっていうところになります。なるべく中立付近をね、リニアに近づけつつですね、その先はね、1ミリ以上のところはちょっと高感度になってしまっているかなというところで、どうしてもね、Steam 入力で、リニア化っていうのをやるとね、細かい設定っていうのができないのでね、こういうリニア化しかできなかったっていうところですね。まあ、ただなんとかですね、このリニア化設定っていうのをやってあげればですね、FPS ゲームでもね、使っていける、スティックになったかなって思います。この辺りはね、実際ゲームプレイを見ながらね、実際の使用感がどうだったかっていうのを見ていきたいと思います。はい、そしたら、こちらのレギュレーター設定マニュアルっていうのを読みながらですね、設定をね、いろいろ試していきたいんですが、まずですね、デフォルト状態ではですね、デッドゾーンがまず入ってないです。で、深淵のチェックをやるとですね、両方ともかなり深淵度が高くね、設定されてます。ちょっとね、左側のスティックだけね、私いじりすぎてちょっと深淵度がね、下がってしまって 1.1% となってるんですが、右スティックの方 0.4% とね、同じ値が最初は出てました。で、これね、まず設定していくにあたってですね、まず基本的にはですね、スティックのプリセット切り替えっていうのをやるのがいいですね。L1、R1 と×四角と切り替えたい、スティックを押し込みです。これやってあげると、はい、黄色に光ったと思います。こうやってあげるとですね、はい、左スティックがね、このように、順コンと同じようなですね、だいたいそうですね、0.47 とか、そのぐらいで、アクシス1が 0.47 ぐらいで、アクシス0がね、1じゃなくなるっていうね、こういう、このぐらいの、斜め入力の許容度がね、設定されるっていう形になってて、これがデュアルセンスの元々のね、操作感とかなり近いです。真横とか真上真下、ここはね全く感度は変わらないんですが、斜め入力だけちょっと敏感になるっていうね、そういう設定になります。こうすることでですね、多少横にずれてもですね、真上はちゃんと真上に入力され続けてくれるので、例えばね走るときとかですね、なるべく全速力で走ってほしいっていうね、そういう場合にこれが非常にね使えるっていうね、そういう設定になってます。はい。で、もう一度ね、L1、R1、四角×、L3 ってね、長押しすると、はい、紫色に LED が点滅しました。これでですね、深淵度チェックをもう一度やってみるとですね、
はい、元通り深淵に近いね、設定に戻りました。でね、こういう風にですね、やってあげることでですね、深淵のね、設定で使いたい方のスティックは深淵に、準根に近い、設定で使いたいスティックはね、準根、準拠の設定に変えることができます。よくある方法としてはですね、私がおすすめしているのはやっぱり先ほどのですね、この設定ですね、左スティックが準根準拠、右スティックが深淵っていうやり方をするとですね、右スティックが非常にね、精度高く操作できてエイムしやすくなってですね、左スティックはですね、ちゃんとマックス入力がなるべく維持されるっていうのでいいかなっていうのでおすすめしていたりします。で、順行のね、操作間のエイムっていうのが好きな方は L1、R1、×四角で右スティック押し込みですね。はい、このようにですね、右スティックも準根準拠の設定にすることができます。左右両方ともこの設定っていうのもね、かなりおすすめの設定になってます。このどちらかですね、が基本的にはいいかなって私は思います。これぐらいがね、基本、まあ大体の人がね、これ以上の設定はあまりやらない方がいいかなって私は思います。これ以上ね、設定するとですね、まあここに注意書きもあるんですが、大幅に精度が低下する可能性があります。そのため設定を行う際は十分な知識をお持ちの方のみ操作いただくようお願いしますってことです。はい。でね、まあここをあえてね、そこに踏み込んでいこうと思うんですが、ちなみにですね、出荷時は全ての設定が調整済みのため、そのままご使用いただけますということです。基本的にね、全くそういう設定ね、いじらずに、さっきのね、プリセット切り替えだけやれば OK です。はい。で、詳しいね、説明方法、ここから入ってきます。まずね、わざわざこれね、設定ロックっていうのが入っているんでですね、設定ロックを解除してあげなきゃ、ここからの設定はね、入ることができません。L1、R1、L2、R2 と L3、R3 ですね。これをすべて押し込むと、はい、緑点滅して、これでね、設定のロックが解除されたので、ここから先の設定ができるようになります。で、一応ね、どうしても出荷時のね、設定が気に食わないよっていう方はですね、キャリブレーションすることもできます。キャリブレーションモードの入り方は L1、R1、L2、R2、丸、×、四角、三角をすべて同時押しです。はい、これでね、赤色に点灯したので、これでキャリブレーションすることができます。まずですね、このままスティックに触らないでニュートラルポジションっていうのを決めます。この状態でバツボタンを1回押します。そしたら LED が黄色になってね、スティックが震え出すんですが、この状態でスティックを2、3周ですね、しっかりと回してあげます。これで入力可能範囲ですね、可動域の設定っていうのができます。これでバツボタンを押します。この後はね、何も入力せずにバツを2回、1、2と押してあげてください。はい、これでね、完了ですね。キャリブレーションに関してはこれでできたので、いい感じに設定ができているかなと思います。で、ニュートラルポジションの設定ですね、いわゆるレギュレーター機能っていうので、ニュートラルポジションを微調整したい場合はですね、L1、R 版と両方のスティックを左方向に倒して押し込みます。すると LED が緑に点灯するので、左スティックを調整したい場合は左スティックを押し込みます。はい。で、ニュートラルポジションを移動するには十字キーでね、右に移動させたければ右をずっとこう押していけばね、徐々にこのアクシス0が増えていきます。左にあればアクシス0が減っていってですね、徐々に左にずれていきます。ちょうどマイナス 0.00392 と 0.00392 がこういう風にね、振動するようなところで、設定してあげるといいです。上下もね、このように、十字ボタン、十字キーでね、設定できます。ちょうどいいところで設定できたら×ボタンを押すと保存することができます。はい、これがレギュレーター機能の使い方ですね。はい、次ですね、デッドゾーンの設定っていうのがあります。内側デッドゾーンの設定は L1、R1、右方向にスティックを倒して押し込みです。下はオレンジ色に点灯しますので、これでですね、スティックを、例えば左スティックのデッドゾーンを調整したければ左スティックを押します。この状態でこう、普通にスティックを動かせるんで、これで見ながらですね、十字キーの上を押すとですね、縦方向のデッドゾーンっていうのが増えます。はい、増えてますね、明らかに。どんどん増やしていきます。はい、これね、現状左方向のデッドゾーンは増えてなくて、上方向だけデッドゾーンがちょっと増えてますね。
で、横方向のデッドゾーンを広げるには、十字キーの右を押すと、横方向のデッドゾーンが、増えてます。このぐらい動かしただけじゃね、スティック全く反応しなくなりましたね。下を押せばデッドゾーンが、縦方向のデッドゾーンがどんどん狭まっていって、デッドゾーンなくなりました。左方向に押すと、横方向のデッドゾーンが狭まります。これでね、両方向デッドゾーンがなくなりましたね。で、これリセットすることもできて、四角ボタンで最後リセットができます。これでね、完全にデッドゾーンが切れたので、×ボタンで保存して終了します。で、あとですね、もう一個ですね、アウターデッドゾーンの形をね、自分で変えることもできます。これらの設定するにはですね、よいしょ。まずプリセットの切り替えを行う必要があります。プリセットの切り替えはですね、L1、R1 両スティック下方向に倒して押し込みをします。そしたらですね、こういう風に黄色に点灯したので、この状態でですね、左スティックのプリセットを変えてみます。左スティックを押し込んで、上に押せば深淵のプリセットですね。カスタマイズできない深淵のプリセットになります。右方向を押すと純正準拠のカスタマイズできないプリセットになります。下に押すとプリセット3ですね。で、左がプリセット4ということになります。プリセット3に設定してみたいと思います。青色になったので、これでプリセット3になりました。この状態で×ボタンを押します。そうすると私がね、あらかじめ設定しておいたですね、とんでもない真四角のアウターデッドゾーンの形っていうのにね、なりました。で、このね、デッドゾーンの形をもうちょっとね、柔らかい形に変えたいと思います。8方向の入力距離設定ということで、L1、R1 両スティックを右方向に倒してスティックを押し込みます。そうすると青色点滅になってモード、設定モードに入ったので、この状態でですね、左とかね、こういう風に、スティックでね、設定したい方向を決めます。まず左上から設定します。十字キーの下でどんどんこう、距離を狭めていくことができます。そうだな。どんぐらいがいいですかね。あえてこう短くして設定してみましょうか。じゃあ 0.5、0.49 とかね、このぐらいにしてみます。右上も同じように 0.49 とか設定してみます。で、右下はそうだな。普通の、あれですかね。ちょうどいいど真ん中ぐらいの 0.70980 っていうね、このぐらいにしてみます。左下も同じように 0.70 ぐらいにしておきますね。できました。これでね、ちょっとね、それっぽくなるかなと思うんで、×ボタンを押して保存します。保存できました。すごいね、変な形になったと思うんで、新エンドチェックやってみます。めちゃくちゃな。ちょっとね、おかしな設定になったかなと思います。これがね、このね、8方向の入力距離設定っていうのでできることですね。上はいじってないので、マックスね、1に入力できるんですが、斜めが全然ね、入力できないっていうね、形になりました。ちょうど 0.498 ぐらいにね、左上とかが設定されてます。こういうちょっとね、面白い設定があります。これをやるのはどういう時なのかなってちょっとね、私もわかんないんですがね、これを活用できる方法っていうのがもしね、思いついたらコメントを書いていってくださったら嬉しいんですが、私はちょっとこのね、用途がよくわからなくてね、どうしたらこれを使いこなせるんだろうってちょっと考えているところなんですが、じゃあこのね、8方向入力距離設定をもう少し、ちょっとね、元に戻してみたいと思います。これでね、私の好みの設定にちょっと戻しておきました。で、一応ですね、設定ロックも入れておきます。できました。こういうね、キャリブレーション設定細かくできます。特にね、使うところっていうのはですね、プリセット設定ぐらいかな。プリセット設定とキャリブレーションぐらいですかね。できれば、いいかなっていうところですかね。あとはね、レギュレーターの設定、ニュートラルポジション設定ですね、ぐらいは、もしかしたら使うかもしれないっていうところになります。FPS ゲームではね、基本こういう、ちょっとした四角形と深淵っていうね、2種類の設定ができれば十分かなっていうふうに私は思います。そしたらね、ちょっとこちら、インテュイションプロね、分解していきたいと思います。
今回はね、遅延計測っていうのはちょっとね、デュアルセンスとどうせ同じなんで、全くね、遅延は問題ないはずなんで、ちょっとね、分解して中身を見るだけっていうことにしたいと思います。から分解していきます。一応ここにね、分解すんなっていうね、シールが貼ってあるんですが、ちょっとね、申し訳ない。分解させていただきます。L1、R1 ボタンを外すとですね、そのままマイクロスイッチが見えてきました。赤色のね、スイッチをね、押すところになっていて、どこのマイクロスイッチが使われてるんでしょうか。はい、まずはね、背面外れました。ここにね、ケーブルでつながった背面のね、基板が入ってますね。はい、それでね、背面ボタンの、タクトスイッチに関してはこんなね、風なタクトスイッチがシンプルにね、ついてました。フランスって書かれたね、フランス製のタクトスイッチなのかな。はい、こういうのがついてます。ね、ここがね、マイクロスイッチを直接押す構造になってますね。はい、このね、スティック側の方にね、基板に、カスタムの基板ですね、この黒い、ところに乗っかってました。すべてこっち側にね、カスタムのね、基板っていうのが乗っかってて、スティックにもつながってますね。構造としてはすごくシンプルでね、他のカスタムコンみたいな複雑さっていうのはなくて、すごくまとまってていいですね。これは耐久性が高い、ようにね、工夫されてるかなって思います。で、肝心のスティックですが、これはどこのスティックになるのかな。これね、はい。このね、ボイドゲーミングのホールエフェクトスティックはギンフル製ですね。はい、見えるでしょうか。にね、ギンフルって書かれてます。はい、ギンフルっていうね、メーカーのホールエフェクトスティックが採用されてますね。なんかね、ギンフル製は結構感度高めなね、スティックが多いイメージなんですが、こちらのね、スティックは結構低感度でしたね。で、見るべきところは、あとこの M84 って書かれたマイクロスイッチですね。これがどこ製なのかっていうとこなんですが、はい、カエル製のマイクロスイッチが使われてました。なるほどね。振動除去っていうだけじゃなくてですね、ここに本来ついてるですね、振動カバーですか、モーターのカバーみたいなところがね、折ってね、こう、取り除かれてるっていうのも面白いところですね。こんなね、軽量化もされているってことです。はい。で、こちらがですね、タクトスイッチですね。はい。ABXY ボタンと十字キーのタクトスイッチがこちらになってます。で、十字キーの方はね、こういう、特に何かね、こう、珍しいことをしているってわけじゃないんですが、真ん中に軸がね、ちゃんとあって、ここをね、中心にこう、上下左右にボタンがこう押せるタイプになってて、ここにね、ちょっとしたゴムの、クッションが入ってるんで、これでね、タクトスイッチの硬い押し感っていうのをね、軽減するような工夫がされてますね。はい。ABXY ボタンについても同じようになってます。はい。で、ちょっとね、トリガー部分とかね、これ私にはね、ちょっとこれ外すことっていうのができなかったんですが、これで見えるかな、ちょっとね、見えないとは思うんですけど、一応ね、カイルの、マイクロスイッチが使われてますね。L1、R1 の方は赤色のね、スイッチになってて、R2、L2 の方はですね、灰色のグレーのね、スイッチになってるんで、やっぱりね、ちょっとスイッチのね、種類変えてるみたいですね。はい。ちょっとね、ここがどうしても外れないんですよね。完全にね、こういうガチガチにね、ここのボタンのところが固定されちゃっててね、これどうやって外れるんですかね。私にはわかんないですね。
これ以上やるとね、壊しそうなんで元に戻していきたいと思います。はい、そしたらですね、リニア化した、ボイドインテュイションプロで、打っていきたいと思います。レベルアップしてアップグレードした僕に気をつけてね。アップグレードを選んだよ。はい、ね、また1000発ぐらい夢中になって撃ってしまったんですが、かなりこれね、レスポンスカーブ上はね、結構、曲線になっていて当てづらいかなって思ったんですけど、意外といけてます。やっぱりね、遊びが若干少なめなスティックっていうことで、中立付近、低感度なことも相まって、ちょっとね、どうしてもこの辺のね、動きっていうのが鈍いなって感じするんですが、これだけね、しっかりと感度上げてやってればですね、意外と違和感なく切り返しを追っていける感じがします。ただまあやっぱりね、現状ですね、特に FPS ゲームにおいてはですね、ホールエフェクトスティックや TMR スティックっていうところで完璧なね、レスポンスカーブを持っているスティックっていうのは存在しないので、今まで通りの操作感がいいよっていう方は接触式のね、方にしておいた方がいいかなと思います。ただやっぱりね、かなり高価なコントローラーですから、ホールエフェクトスティック版を選ぶっていう選択肢もね、まあまあありなんじゃないかなっていうぐらいの、感覚で打てるようにはね、なりました。なかなかね、これはこれでありかなっていうぐらいにはできたのでですね、ランクとかちょっと回してね、じっくりとこのコントローラーをね、試していきたいと思います。はい、まずは Apex Legends の、償いモードですね、カジュアルになります。低感度なこともあってですね、中遠距離はやっぱり相当当てやすいっていうところですね。あとですね、ちょっとね、ショットガンなんですが、やや下りがちなことが多かった印象があります。まあ全然ね、ショットガンも結構ね、当てていくこと自体はできるんですが、やっぱりね、リニアなコントローラーには勝てないなっていうね、ところはどうしてもありますね。なんかね、ショットガン意外と当たる時もあれば当たらない時もあるっていう感じで、なんか相手が切り返してて、こうパッとね、右にスティック倒してたのを左に切り替えるみたいなシーンで結構ね、下りが多かったっていう感じですね。はい、で、シーン変わってこちらが、ここからがね、ランクになります。現在プラチナ4ってことですね。で、チャラいとかね、あとは腰打ちですかね、といったですね、ちょっと繊細なエイムを必要とするシーンっていうのは低感度なおかげでかなり当てやすかった印象があります。そういったね、低感度ならではのメリットっていうのもね、もちろんあったかなって思います。なんかやっぱりですね、一方向にエイムを続けていくっていうね、シーンでは当てやすくて、で、切り返しが入った途端ですね、ちょっとね、厳しいっていう感じがします。このシーンはですね、フラトラでね、2人倒すシーンなんですけど、フラトラのリコイルとかはね、このリニア化してるおかげでかなりやりやすかったですね。はい、今みたいにね、相手が、キャラコンして切り返すってなった途端にですね、ちょっと追いづらくなってるっていうのがね、よく分かっていただけるかなと思います。まあ、ずっとね、同じ方向に移動してくれれば、まあ問題はないんですけどね。まあ、やっぱりですね、そういう特性を理解してですね、慣れていくっていうことができたら、このね、スマートスティックのコントローラーでもね、かなり、FPS ゲーム、Apex とかも楽しんでいけるんじゃないかなって思います。まあ、今の環境ですね、めちゃくちゃね、漁夫が多くてですね、このシーンも、まあ、ワンダウン取られて、で、このね、パーティーやってる間に、漁夫が来ちゃってね、負けるっていう感じなんですが、やっぱりどこもね、切り返しがなんかちょっと遅れてる感じしますね。で、ここからですね、漁夫が来ちゃうっていうところですね。私なりに頑張ったんですが、それでここのね、ナイナイもうちょっとね、当てれてればね、ワンチャンあったのになって感じなんですが、まあね、ここはね、ちょっとね、
当てれなかったですね。まあ、あの辺はね、単純に私の腕と慣れの問題かなっていう気がします。まあ、でね、タップ打ちみたいなね、ことをするときにですね、R2 ボタンをね、こう、小刻みに押したりっていうことがあると思うんですけど、まあ、それがやりやすいこと、本当にね、もうこのね、トリガーのボタンはめちゃめちゃいいです。もう本当にナンバーワンなのは間違いないなっていう風に感じますね。同じマイクロスイッチでもですね、全然、感じが違いますね。ちょっとね、押し込むときに力が徐々に、なんていうんですかね、スポンジのように、ギュッと押し込んでカチッってなるタイプのマイクロスイッチっていうのは結構多いんですが、ボイドのこのマイクロスイッチはもうね、すごい、なんていうんですか、スポンジ感があんまないっていうんですかね、カチッってね、すぐなるっていう感じのマイクロスイッチで、めちゃめちゃいいです。これはもう FPS ゲームのね、ために、本当に作られているようなね、さすが、のトリガーボタンだなっていうふうに思いますね。まあなんでね、個人的にちょっとね、接触式センサーを採用しているスティックの方のですね、ボイドコントローラーをですね、ちょっとね、買いたくなっちゃいましたね、正直言って。どうしてもね、スティックってところだけで言うとですね、やっぱり接触式センサーマンの方をおすすめしたいかなっていうのが、Apex をプレイした感想でした。はい、続いて、Call of Duty Black Ops 6のね、ゲームプレイになります。こちらの方もね、まあ感想は基本的にはですね Apex Legends と変わらなかったかなと思います。 Apex よりかはですねあんまりスティックの癖っていうのが気にならなくてですね、比較的、操作しやすかったっていうのが、まあちょっとね、違いかなってところですね。ちょっとねやっぱりどうしても、中立付近低感度なんで、ちょっともたつき感っていうのはあったんですが、その分精度よくね、エイムできるっていうところで、まあ良し悪しあるのかなっていうのがCall of Dutyの方のね感覚でしたね。まあCall of Duty に関してはね結構エイムの曲線とかもね、リニアダイナミックとかね、クラシックでしたねいろいろ変えられるっていうところで、今これ現在はリニアの 0.5 っていうね、傾斜値で、プレイしている形になるんですが、あまりね、これはこれで慣れれば、この感度っていうのに慣れていけばね、十分戦っていけるかなっていうふうには思いました。まあ、こちらもね、Apex で感じたことと同様にですね、もうトリガーが最高すぎてね、プレイしてて楽しかったですね。はい。もうめちゃくちゃ、打つのが楽しくてね、本当に、まあ、それのせいでどんどん前に突っ込んでいきたくなるっていうね、まあ、Call of Duty では割とありな感じかなって思うんですけど、Apex であんまりそれやるとね、なんていうかね、ちょっとね嫌がられることもあるかなと思うんですけどまあ、コールオブデューティに関してはねもう突ってなんぼっていうとこがあるんで、まあこれはね楽しくプレイできましたね本当にあとこのパドルタイプっていうことで下側の背面ボタン2つがねちょっとねストローク長くてややレスポンスが悪いかなっていうところはねコールオブデューティではちょっと気になりました。 X と Y っていうね2つのボタンを割り当てて使うことが多いんですがちょっとね、押しづらいかなっていうのがねあって普通にね、フェイスボタンですね ABXY ボタンで、操作するっていうことが多かったですね。なんでね基本的には背面は上2つのボタンを使って、でリロードとかは普通にねフェイスボタンを押して使ってました。この辺りはね、全然好みの問題かなとは思うんですがもうちょっとね、せっかくなんでパドルタイプの方のね、背面ボタンも全てねもうちょっとレスポンスよく操作できるマイクロスイッチのボタンになったらいいのになっていうのをね、ちょっとした改善点としてはね感じたところです。はい、そしたらスト6でね ABXY ボタンと十字キーの方のね、検証をやってみたいと思います。さすがにABXY ボタンのね連打も超しやすいです。あれこれいいな。
そう。いや、普通にいいですね、これ。意外とね、十字キー押しやすいです。斜め入力意外と入るっすね、これ。あ、めっちゃ押しやすいしな。これいいな。普通にありっすね、これ。いや、びっくりしたな。メンブレンでもなくね、マイクロスイッチでもなくて、多分タクトスイッチなんですけど、しかもこのね、分かれてるタイプの十字キーで、私結構このタイプの十字キー苦手でね、順行の十字キーもちょっと苦手だったりするんですが、めちゃめちゃね、格ゲー向いてるかもしんないです。これは、格ゲーありですね。ボイドゲーミングのね、イントゥイションプロ。これかなり意外な発見でした。十字キー、ABXY ボタン、相当いいです。ね、全然ね、格ゲーいけるっていう感じがします。全然これで私ランク回せる気がしますね。はい。まあ、結構ね、格ゲー用コントローラーね、もう少し価格抑えめのコントローラー結構ある中で、これをあえて選ぶっていう人は少ないかもしれないんですけど、これね、ぜひ格ゲーマーの人ね、特にプロゲーマーの人たちに一回使ってみてほしいなっていう風に思ってしまいました。一応ね、背面パドルとかもついてるんで、いろんな用途にね、この辺のボタンも超押しやすいんで、これは全然ありなんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうかって感じですね。いや、これ格ゲーマジでありっすね。全然ありだな、これ。あ、ちょっとね、あれですね。斜め上にはちょっと、誤爆しやすいかもしれないですね。これはあり。普通にありな気がするけどな。めちゃめちゃいいですね。ただ十字キーね、ちょっと斜め入力しやすすぎて、斜め上にね、ちょっと誤爆しやすいかなっていうところはあります。ただめちゃくちゃコマンド入力しやすくて、このコントローラーなら割と一線級でね、使っていけるんじゃないかなって私は感じました。はい、以上ですね。ボイドゲーミングから発売されてます、ボイドイントゥイションプロコントローラーのレビューをしてきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、本当にストイックなコントローラーだなっていうね、感想です。全てのボタンでね、ものすごくストロークが短くて、瞬時にボタンを押すことができるっていうね、ところで、もうこれはさすがプロゲーマーが使うね、コントローラーなだけあるなっていうふうに思いました。スマートスティック版に関してはですね、あともう一歩ですね、レスポンスカーブっていうところはちょっと癖が強いかなっていうのが、正直な感想ですね。まあがっつりね FPS ゲームをやっていくっていう方であればですね、現状接触式センサーの方がおすすめになるかなと思います。ただね、リニア化してみてね、使ってみた感じですね、全く使えないっていうところまではいかなかったですね。このね、バンパーボタンと、トリガーですね、これがものすごく気持ちいいです。プレイしていてほんとそれだけでね、気持ちよくなれるコントローラーっていうのもすごいなって思います。私以前からね、カスタムコントローラーっていうもの自体に対してちょっとね、割高感があって、さすがにこの価格はちょっと厳しいなっていうふうに思ってたんですが、このね、ボタンはなるほどと。さすがにこの価格だけの価値はあるんじゃないかなって最近では思うようになってきました。まあ私みたいに大量のコントローラーを買ってどれもちょっとここが違うみたいなことに、ね、なるぐらいだったらこれをね1台買っておけばまあそれで済むっていうのは実はコスパがいいのかなっていうふうにちょっと思ってしまったところですね。特にですね、このイントゥイションプロの接触式スティック版に関してはですね、FPS ゲームでトップの、コントローラーっていうのは間違いないかなと思います。
はい、それで私はこちらのね、モノルっていうウェブサービスの管理にもやっています。今回ご紹介したボイドゲーミングのイントゥイションプロコントローラーのね、細かなスペックとかも載せていますし、価格も随時更新中です。口コミも書き込むことができるので、ぜひ、書いていってくださったら非常に助かります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。